こんにちは。ウェルネスキッチンの関口彩子です。今回は酒粕の活用法です。酒粕といえば発酵によって作られた様々な栄養素がぎゅっと凝縮している食材です。酒粕の様々な効果を調理別に上手に活用していきますので、アルコールが苦手な方でも安心して使っていただける方法をご紹介してまいります。酒粕といえばいろいろなレシピあるんですけれども、お肉やお魚を柔らかく美味しくさせる効果がありますので、その効果を狙ったレシピいろいろご紹介してまいります。さらに酒粕にはホワイトソースに代わるとろみをつけるということでも活用できます。シチューやカレー、グラタンなどのベースにすることもできるんですけれども、今回はお野菜を使った優しいとろみの酒粕と豆乳のクリームスープをご紹介したいと思います。夏の疲れがそろそろ出る頃かと思いますので、ぜひ栄養豊富な酒粕の活用法、最後までご覧になってください。ウェルネスキッチンでは食から始めるアンチエイジングをテーマに、心も体も元気になる情報を続々と配信していきます。ぜひチャンネル登録してくださいね。酒粕の栄養についてお話をします。酒粕といえば日本酒を作る過程でお米と麹を使って発酵させ、さらに酵母をプラスして発酵させたもろみというものを絞ると日本酒になります。そして日本酒の副産物として酒粕というものがあるわけですね。まさに発酵食品としての栄養素がぎゅーっと凝縮した食材なんです。お酒が苦手な人でもぜひこの栄養素は上手にとっていただきたいと思います。この酒粕には様々な効果があります。そのあたり少しご紹介してまいります。糖質はお酒になって絞ってしまっているので、ご飯に比べると控えめです。その代わりタンパク質が豊富で、食物繊維、ビタミン B 群、酵母や麹菌などの菌体、そして様々な酵素を含んでいます。またタンパク質といっても細かく分解された9種類の必須アミノ酸、これは白米の500倍にもなります。さらにアミノ酸が 2,3 個くっついたペプチドというものも多く含まれていて、これらによって様々な健康効果がもたらされることが分かっています。美容効果で知られるアルブチン、麹酸、フェルラ酸といった米発酵エキスと言われるようなものも含まれています。もちろん酒粕を取ったからダイレクトにお肌にそれが効くということではありませんが、そういった原料がしっかり含まれているということなんですね。そして最近では認知症の予防に役立つことも分かっています。記憶や脳の働きに関係するバソプレッシンというペプチドホルモンというものを分解してしまう酵素を抑制するということで、認知症の予防に役立つのではと考えられているんですね。糖尿病の予防にも効果的です。コレステロールを低下させることから血液の健康にも役立ちます。これら酒粕のほんの一部の効果ですけれども、こちらの動画ではまたさらに詳しくご説明していますので、合わせてご覧になってください。酒粕の種類ですけれども、スーパーに行くと板粕、バラ粕、練り粕、だいたい3種類ぐらい取り扱っていることが多いです。どれも効果は変わらないんですけれども、用途によって多少使い勝手が変わってきます。練り粕というのはペースト状なので、お料理にはとっても使い勝手がいいです。さらにその酒粕を熟成したものがあるんですね。こういったものになります。ちょっと色が濃くなっているのが特徴です。お酒を絞ってそこからさらに半年とかそれ以上もずっと樽に入れて熟成をすることによって作られるものなんですよ。これは発酵食品全般に言えることなんですけれども、長期熟成することでさらに栄養効果が高まります。いつも買っている酒蔵さんからちょうどできたというご連絡いただきましたので、ぜひ皆さんにもその情報をシェアしたいと思います。概要欄の方にも記載しておきますので、ぜひご興味がある方ご覧になってみてください。こちらがですね、秋田県鹿角市の千歳盛り酒造さんの熟成酒粕です。お酒を仕込んだ副産物なので量には限りがありますので、この熟成酒粕が出回った頃にたくさん買っておくんですね。そして秋から冬にかけて楽しんでいるんですね。今回はこの熟成した酒粕を使ってみたいと思います。お料理にはこのようなペースト状のものがとっても使いやすいんですけれども、ご自身でペースト状にすることができるんですね。作り方と注意点ご紹介します。このように固形の固まったような酒粕を使う場合は、ペースト状になりやすいようにバラバラにしておきます。
酒粕に対しての重さの半分ぐらいの分量お水を加えていただいて、ふやかしてペースト状にするというだけです。ここでちょっと注意点なんですが、発酵の過程で作り出された酵素というものが豊富に含まれています。で、その酵素は消化を助けたり、お肉を柔らかくしたりという、そんな効果が期待できるんですけれども、先にこのペーストを加熱してしまうと酵素が失活してしまいますので、もしお肉とかを柔らかくする効果で使いたい場合は、加熱せずにただお水にふやかしてペースト状にするというところまでに留めていただきたいと思います。逆にアルコールが苦手な方は、酵素の働きは失活してしまいますが、加熱をしていただくことでアルコール飛ばすことができますので、お好みによって使い分けてみてください。今 250g の酒粕を入れていますので、お水 125cc ぐらいお水に浸すような感じでふやかしていきます。先ほどお水に漬け込んでおいた酒粕になります。こちらですね、もうすっかりふやけて柔らかくなっています。あとはね、しっかり混ぜていただくだけでペースト状になりますのでね、とっても簡単です。柔らかくなっていたら、もうこのようにしっかりと混ぜ合わせていきます。お肉を柔らかくしたりするときは、酵素が生きた状態で、この状態で使ってください。で、調理をしていくとアルコール飛ばすことできますのでね、こちら熟成酒粕です。奈良漬けの原料にも使われているんですね。白味噌のように色がついてますけれども、熟成された証なんですね。発酵によって作られた素晴らしい成分、ぎゅーっと詰まっています。これ最高の美容食材じゃないかと思うんですね。種類は問わずなので、いつも酒粕を常備していただいて、上手に取り入れていただきたいなと思います。酒粕の活用法として、お肉やお魚を柔らかく、そして美味しくさせる、さらに保存にも活用できる方法をご紹介いたします。一番シンプルなのは、味がついている食材ですね。もう塩漬けにした鮭、塩サバ、そしてソーセージなどです。こういったものを練り粕や酒粕ペーストを使って、もうダイレクトに漬け込んでしまうという方法です。これだけでまた違った美味しさが楽しめるんですね。このような保存袋を活用していただくと楽だと思います。でも適量酒粕のペーストを加えて、でそこに素材を入れていくだけです。鮭2切れに対して酒粕のペーストを 150g 程度を加えました。全体に酒粕をまとうように漬け込んでいきます。空気をね抜いてしっかりと酒粕で覆ってください。こんな感じで漬け込むだけです。どんどんいきます。もうまとめてね作っておくととっても重宝します。生のねお魚だったら逆に酒粕に同量でお味噌を加えて、それで味をつけて漬け込んでいくようになるんですけれども、塩漬けになっているお魚だったらそのまんま使うとちょうどいい感じに漬け上がります。はい、こんな感じです。はい、そして最後ソーセージ、これはちょっと意外かと思うんですけれども、ソーセージの酒粕漬けもぜひ試していただきたいと思います。無塩石のソーセージを使うんですけれども、お好みのねものを使っていただければと思います。生のソーセージなんかを使っていただいても美味しいです。酒粕の量適当ですけれどもね、全体に覆えるぐらいの量をね加えてみてください。味がついているものは酒粕のペースト、練り粕をこのようにまとっていくという感じです。とっても簡単です。続いて味のついていない生のお肉なんかを柔らかく美味しく漬け込む特製レシピご紹介したいと思います。今回鶏肉と豚薄切り肉用意していますけれども、牛肉でもいいし、手羽とか手羽元なんかね、骨付きのお肉を使っていただいてもいいと思います。味付けは今回は鶏肉にはカレー風味、タンドリーチキン風に、そして豚肉には生姜焼きの風味で味をつけてみたいと思います。1品目、鶏肉のタンドリー風をご紹介いたします。生姜やニンニクを効かせて食欲増進のおかずになります。まず鶏肉ですね。こちらはまだ全然味がついていませんので、お塩をね振って全体によくなじませておきます。これが味付けのねベースになりますのでね、お塩をしっかりとなじませておきます。保存袋に全ての材料を入れていきます。おろしニンニクとおろし生姜、そしてカレー粉です。
でもこの袋の中でベースをねよく混ぜておくといいと思います。美味しいタンドリー風のお料理になりますのでね、ぜひね他の食材でも試していただきたいと思います。はい、全体が混ざりました。ここにお塩で下味をつけておいた鶏肉を入れて、よくなじませていきます。ちょっとお塩しっかりめに味をつけておいた方がちょうどよく仕上がります。で、お肉になじませるようにして漬け込んでいきます。お肉をね柔らかくさせる効果、そしてさらに生姜やニンニクの効果もありますのでね、とってもふっくら柔らかく仕上がるんですよ。また酒粕自体にもね旨味の素アミノ酸が豊富に含まれていますのでね、お肉の美味しさプラスアルファで美味しく仕上がります。一晩漬け込んでいただければもう大丈夫です。このまま冷蔵庫で1週間ぐらい保存できます。また冷凍していただくとさらに保存期間長くなりますのでとっても便利です。いつもの生姜焼きが別物にということで酒粕生姜焼きをご紹介します。まずお肉 250g に対して酒粕 70g ぐらいを用意しています。でここにお醤油が大さじ1です。みりんも大さじ1です。そしておろし生姜小さじ2杯ぐらい、こちら全体をよく合わせておきます。酒粕がねとっても柔らかいので混ざりやすいです。混ざりました。よくねお肉になじませるように揉み込んじゃってください。下味をつけて保存しておくと保存性も良くなるし、お肉がね本当に柔らかく美味しくなるんですよ。もうまさにこれは酒粕マジックですね。使いたい分だけね取り出して使うということもできますのでとっても便利です。野菜炒めなんかにちょっとお肉欲しいななんていう時もここからね使っていただければ下味もついてるしとっても美味しいです。豚肉の酒粕生姜焼きのベースが出来上がりました。こちらも一晩漬けたら大丈夫です。続いて酒粕をとろみとして使う方法としてスープを作ってみたいと思います。酒粕とスープってあまりイメージないと思いますけれども、お米から作られたホワイトソースのような感覚で使うことができるんですね。材料の方、野菜です。まず今回は人参、玉ねぎ、舞茸で作りたいと思います。お好みのお野菜 300g ぐらいご用意ください。豆乳とお水1カップずつになります。そしてあとはコンソメスープとお塩で味をつけたいと思います。お野菜食べやすい大きさに細かく切っていきます。玉ねぎも1センチぐらいの大きさにカットしていきます。人参はね少し小さめに切っておくと火の通りが早いと思います。オリーブオイルで今回炒めていきます。バターやカメリナオイルなどお好みの油使ってみてください。お野菜しんなりするまで炒めていきます。ここで野菜の甘みを引き出してあげると美味しいスープになります。お野菜しんなりしてきましたのでお水1カップ加えて煮ていきます。ここでお野菜にしっかりと火を通していきますね。火を弱めます。お野菜の種類や大きさによっても煮る時間変わってきますけれども、様子を見ながら弱火で5分ぐらい加熱してみます。それでは5分程度経ちましたので開けてみます。お野菜に火が通りましたので仕上げに味付けと酒粕加えていきます。はい、ここで豆乳が入ります。牛乳を使っていただいても結構です。コンソメスープです。そして酒粕ですね。もうペースト状になっているのでとっても溶けやすい状態です。
板かすとかバラかすを使う場合は溶けにくいのでちょっと時間かかりますけれどもね、今回使った酒粕ペーストの3分の2ぐらいの量をね加えてみてください。酒粕が加わることでコクとそして自然なとろみもついてきます。酒粕自体にはアルコールが含まれてますので、この段階でしっかりと加熱をしていただくとアルコール飛ばすことができます。お好みで塩コショウを加えて味を調整していきます。とっても体にいい酒粕のとろみで作ったスープ完成しました。酒粕と豆乳で作った優しいとろみのスープ、ちょっとお味見をしてみたいと思います。立ったままで失礼いたします。本当に優しい味わいです。酒粕の風味と発酵食品の旨味も感じられて、とっても滋味深いスープに仕上がっています。今回野菜の方、人参と玉ねぎと舞茸入れていますけれども、季節のお野菜何でも使えると思います。かす汁とは違って洋風のスープに仕上げていますが、お味噌で味をつけていただいてもいいと思います。ぜひお好みのお野菜でアレンジしてみてください。今回は酒粕の活用法ということで、お肉やお魚を柔らかく美味しく仕上げるために使う酒粕、とろみとして使うアレンジの活用法として野菜のスープご紹介いたしました。お肉やお魚、ただ焼くだけのものとは全く別物です。スパイスや香味野菜効かせたお肉、格別です。いつもの調理法に少し酒粕をプラスしていただくだけで格段に美味しくなりますので、ぜひ試してみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。